ライモンチャンネルだもん。ママライモンだもん。みんなよろしくだもん。昨日1時間配信したもんから、ちょっと声がかすれてるかもしれないもん。聞こえづらかったら申し訳ないもん。今日もよろしくだもん。何も告知してないもんけど、見てくれる人が来てくれると信じて配信するもん。今日は30分で終わる予定もん。それではお題、新しく試してみたアプリはありますか？このツイキャスアプリだもん。今も練習中だもんけど、雑談、おしゃべりあんまり上手い方じゃないもんから、たくさん話して、それで、もっと上手くなりたいもん。お題変わった。もし動物と心を通わせたら何を聞きたい？ペットの気持ちが聞きたいもん。なんだろう、よく映画とかで、ペットの渋い声当てて、ものすごい飼い主のことボロクソ言ってる映画とかそういうのもあるもんけど、それはちょっと、そう聞いてみたいなと思うもん。もう、ものすごいボロクソ言われたら心が折れるもん。何もペット飼ってないもんけど、道端の散歩中のペットに、何あいつみたいな感じに言われたらちょっとショック受けるもん。そんな時代が来るかもしれないもん。近未来的にペットの気持ちを考えましょうって。もっと豪華なお布団にしろとか、もっと高い餌買えとかって言われる時代が来るかもしれないもん。超近未来だもん。昨日は1時間配信したからちょっと声ガラガラだもん。申し訳ないもん。心を通わせたら、でも心を通わせるってどちらかというといい意味だから、そうだな、相棒として暮らしていく。ポケモンじゃないけど、ピカチュウって言って、サトシーみたいな感じで、あんな風な感じにできたら一番だもん。あなたのモットーは何ですか？ライモンのモットーは、飽き性でも飽きないように努力することも。ライモンすぐ何でもかんでも飽きちゃうもんけど、でも飽きないように工夫してやるもん。逆にそのせいでドハマりして、前に1ヶ月ぐらいずっと寿司だけ食べてた時もあったもん。ライモン大食いだから、だいたい1時間48巻ぐらいペロリと平らげて、さらにお味噌汁とか注文するレベル、中堅クラスの大食いレベルだもん。ライモンのより上の方たちはちょっとわからないもんけど、ライモンは中堅レベルの48巻ぐらい。その程度しか食べられないもん。そう、お寿司は回るお寿司のところで食べてるもん。全然モットーと関係なかったもん。ライモンのモットーは、つまり飽きないように、飽き性でも飽きないように続けることだもん。途中でブツってちょっと飽きちゃうことあるかもしれないもんけど、すぐ戻ってくるから、心配しないでほしいもん。飽きて疲れて、バターってなっちゃうかもしれないもんけど、すぐ戻ってくるもんから、心配しないでほしいもん。お題、バランスの取れた生活とはどのようなもの？ライモンはバランスの取れた生活を取ったことがないから、それは答えられないもん。どんな生活なんだもん。むしろどんな生活がバランスが取れた生活なんだもん。早寝早起き、朝ごはん、出勤終わり、仕事終わり、電車、バス、車、帰る、晩ご飯でちょっとテレビ見る、寝るみたいな。それがバランスの取れた生活も、これ一般人の生活も、声ガラガラで申し訳ないもん。昨日のガラガラがまだ残ってるもん。でもバランス取れた生活はとりあえず野菜生活でも飲んでれば大丈夫だと思うもん。あれ、ライもあんまり好きじゃないもんけど、栄養は取れると思うもん。栄養は補給大事だもん。栄養補給は大事なことだもん。全然ライモンが実践してないからわからないもんけど、多分一般的、そういう生活がバランス取れた生活なんじゃないかと思うもん。お題がまだ変わらない。そして声がガラガラ。今、ものすごい頑張って声出してるもんけど、全然声がガラガラで申し訳ないもん。
お題が変わらない。変わった。今までで最も価値のあるアドバイスは何でしたか？今までで一番最も価値のあるアドバイスは何だったかって、大人になったら金は使うなよって言われたことかな。だもん。お給料日に、そのワクワクで、初任給でワクワクで、そのお金を使うと、後でものすっごく後悔するもん。税金さんというものすごい、ガチゴチのボディーガードみたいな税金さんという方々が、お待ちになっていらっしゃるから、初任給とかお給料に関しては全部貯金も、とりあえず貯めとけって感じで言われて、それ守って、税金はなんとかギリギリ支払えたもん。あれはちょっと、人生においての素晴らしいアドバイスだったもん。そして最近もちょっと物価が高すぎて、初任給でウキウキしてる人も多いと思うけど、4月の初任給、あれ使い切ってないもんか？ダメだもんよ。ちゃんと貯金しておくもんよ。後で地獄を見ることになるもんよ。ライモンも地獄とかギリギリ地獄にはいかなかったもんけど、なんとか支払えたから、本当にちょっと使い道には気をつけてほしいもん。お金は気をつけなければならないもん。あれは魔の境というか魔のものだもん。人に印象付けたいと思う自分の特徴は何ですか？見ての通りの紫色ですもん。一番ライモンがお気に入りのチャームポイントは、この首から肩鎖骨にかけてのお花のお飾り。これすごい一番こだわったもん。可愛いもん。とっても可愛いと思うもん。ここが一番というより、みんなが一番目が行くとこだと思うもん。すごい、なんというか、他の VTuber さんとか知らないもんけど、こういう感じの、なんか、なんていうか、お絵描きされている感じの方は見たことがないもんから、他にいるかはわからないもんけど、一番のライモンの特徴はここかもしれないもん。首は繋がってるもん。生首じゃないもん。そこは安心してほしいもん。だからライモンの印象付けたいっていうのは、やっぱりこの紫な感じ。もうザ・ライモンって感じ。多分ライモン見たら忘れられないと思うもん。ちょっと埋没はしないと思うもん。多分、おそらく。自分ではそう思ってても、他をそう思ってくれる人が他にいるかはわからないもんけど、ライモンは自信持って、ちょっと珍しいタイプの VTuber だと思ってるもん。最近始めた料理は何ですか？昨日の配信思い出してしまったもん。昨日配信の途中でご飯のテリリリリリリってなっちゃって、そのお米が炊けましたよっていう合図とか、ピーピーピーってスープ温めてる音が入ってしまったもんから、今日もこの後も同じようにそのお米炊こうかなと思ったもんけど、配信の途中でまたなったらちょっとあれかなと思ってやめといたもん。だからまだお米は炊いてないもん。でも来年始めたというよりも始めたいというか、やってみたい料理はあるもん。和食も。ライモン和食難しすぎてだいたい焦がしちゃうもんから、コツとかが知りたいもん。料理ってどうすれば上手くなるもん。やり続けて一人で黙々とやり続けてるもんが一向に上達する気配が見受けられないもん。そういう時は一体どうすればいいもん。やっぱりプロのお料理教室に通うのが一番なんだもん。声ガラガラで申し訳ないもん。昨日の配信の名残もちょっと申し訳ないもん。許してほしいもん。だからちょっと和食とかそういうの美味しいし食べたいから作りたいもんけど難しいもんね。子供の頃に禁じられていたけれど憧れていたものは禁じられて何ハリーポッターの禁じられた〇〇みたいな感じの、あれ。でも、基本的に禁止されてたことは、全部、
手の届かない高いところに置かれてて、あとは、料理で包丁を持つなと、ライモンママに叱られてたもん。料理、お前は料理をするなと、危ないだろうって怒られたもん。じゃあ、一回だけ手伝おうとして、学校の調理実習でやって、お母さんと一緒に手伝おうと思ってやったらお母さんに、危なっかしいからやめろってめちゃくちゃ怒られたもん。そんなにひどかったもんか、ちょっと今でも疑問だもん。それ以外に気に入られてた。そうだな。早く寝ろとか。早く寝ろとか。弟をいじめるなってめっちゃ怒られたもん。いじめてないもん。ライモン決していじめてないもん。嫉妬でちょっとツンツンコチョコチョしてただけだもん。このってコチョコチョしてたら弟はいじめないなってめちゃくちゃものすごい剣幕で怒られたもん。理不尽も。弟キャッキャ笑ってたのにライモンが滑り攻撃してるのを見て怒られたもん。ひどい理不尽も。好きな動画配信者はいますか？ここはライモンの配信を好きになってほしいもんけど、ライモンは基本的に、ゲーム系の配信を見ることが多いもんけど、その中でも、検証系の動画が一番好きで見てるもん。検証系の動画は、なんというか、気になるちょっとした疑問を解消してくれるところがいいところだもん。名前を言っていいかわからないもんけど、多分、だいたい、ものすごい、いろんな視点から長時間かけて検証されていらっしゃる、すごい方がいらっしゃいまして、多分、有名な方、切り抜きっぽい感じですごい短い動画を何本も上げてる方なんだもんけど、その動画配信者さんのは結構見てるもん。気になる疑問。でもちょっとホラーが多いのがたまに傷だもんけど、でもその人のホラーはちょっとなんていうか、あんまり怖くないもん。ゾンビの方がかわいそうに感じてしまうのはあんまり怖くは感じないもん。そういう感じの好きな動画配信者さんはそんな感じだもん。あとはたまに他の VTuber さんのも覗いたりとかはしてるもんけど、他にはないもんね。ないかもしれないもん。苦手な状況で冷静を保つ方法は苦手な状況で冷静を保つ方法は菩薩顔になるしかないもん。にっこり笑ってちょっと話聞いてますよーっていう感じで、なんというか、聞いてますよー、聞いてないけど、みたいな感じの顔で、してればとりあえずは大丈夫なんじゃないもんか？よくわからないもんけど、多分それが一番、やり過ごせる方法だと思うもん。苦手な状況、ライモン、今も苦手な状況になってるもんけど、ライモン菩薩顔画像だからできてないもん。できないもんから、とりあえず笑ってるだけだもん。ニコって笑ってるだけだもん。とりあえず、間が空いたらライモンの、ニコッとした笑った顔だけ見て、スルーしててほしいもん。というか、苦手な状況自体は作らなければいいと思うもん、そもそも。冷静を保つって、これ。よくよく考えたら、喧嘩とかそういう話なんだもんかな。喧嘩とかの状況で自分は、そういうの、口喧嘩苦手で、だけど冷静を保って話すにはみたいな感じの意味も。世の中難しいもん。それは厳しいもん。ラッキーナンバーは何ですか？ここは7と言いたいところだもんけど、ライモンは2という数字が好きだもん。なぜ2が好きかというと、曲線からの直線というフォルムが好きだもん。2ってなんていうか、かっこいいし、かわいいし、いつもいるって感じがするもん。だから、ライモンにとってはラッキーナンバーは2だもん。2のいいところをあげろと言われたら、やっぱり、形が素晴らしいとしか、なんていうか、耳、これ褒め言葉じゃないもん。褒め言葉じゃなかったもん。耳
ぽい感じというか、なんていうか、1よりも、なんか2の方が書くのが早いもん。あとは、なんだろう、Z っぽいっていうか、もうほぼほぼ Z だもん。多分、Z っぽい、かっこいいが、Z から来てるからかもしれないもん。かっこいいと感じるのは。でもライモンのラッキーナンバー2で2が好きだもん。ライモンの名前に2は入ってないもんけど、2は一番好きな数字だもん。みんなのラッキーナンバー多分7とかだろうなーって思うもん。勝手に思ってるもん。こだわりを持っている生活習慣ありますか？こだわりを持っている生活習慣。こだわり。そう、あんまり執着することはないもんけど、とりあえず、なんだろう、何かを飲む。これ普通の生活だもん。それ生活習慣病にならないように生活習慣してるって感じだもん。それがこだわりかもしれないもん。生活習慣病にならないように、ちゃんと栄養のある食事をとって、生活習慣を整えるというか、自律神経を整えるように、あまり夜更かしもしないように、そんな感じで過ごしてるもん。みんなもそんな感じなんじゃないもんか？いやでも、仕事帰りに帰って、お風呂入って、お洗濯して、お掃除して、いろいろやって、深夜過ぎちゃったって寝てる人もいっぱいいるもん。日本人終わりもん。もう日本人終わってるもん。ちょっと、ダメもん。きつすぎだもん。ブラックが多すぎるもん。みんな大丈夫もんか？ちゃんとホワイト企業に転職するもん。ホワイト企業に転職をするんだもん。ブラックな環境にずっと居続けるのは異常だもん。気づけだもん。ホワイト企業は深夜過ぎに家には到達しないもん。それよりずっと前にはもう家に着いてるもん。気づけだもん。あなたの配信スタイルを3個で表すと3個と3個の言葉で表すと思いつかないもん。とりあえず過疎キャスは入ってしまうもんな。あとは初見三段大歓迎と、あとは声ガラガラがランクインするかもしれないもん。これ配信スタイルじゃなくて現状の報告になってしまってるもん。配信スタイル。ライモン、パソコンが届いたら、やっぱりゲームとか雑談ももちろんするもんけど、いや、そっちよりもゲームとかの配信とかやってみたいもん。生配信は最初はちょっとハードル高いから、最初は録画から始めて、徐々に生配信へと移動していく感じで、配信のスタイルを変えていきたいから、まずはここ、スマホ配信、パソコン届いたらゲーム動画とかの配信で、3つ目に最後に生配信。全部生配信。雑談もゲームも全部生配信。これが最終目標になるもん。これを目指して頑張っていきたいもん。応援よろしくだもん。記憶を消してもう一度楽しめるならどの作品？いっぱいありすぎる。どの作品がいいんだろう。記憶を消してもう一度楽しめるなら、どれも記憶消して見直したいもん。でも見直すこと自体も好きだから記憶を消すのはちょっとあれだもん。でも、なんだろう。ちょっと小さい頃に、ちょっと、深夜帯のアニメ、よく昔やってたもんけど、ラえもんパパに、そのアニメやってるよって言って連れてかれて、多分ガンダムか何かのアニメだったもんけど、すっぱだかになって、変身？なんか、ロボットに乗り込むみたいなシーンがあるやつで、あれは衝撃だったもん。ちょっと一回記憶消して、ちゃんと大人になった今になってから
ちょっと、もう一度ちゃんと見直した方がいい作品だもん。名作だと思うもんから、ちゃんと、ちょっと見るタイミングを間違えたもん。おかしいもん。ちょっとあれはなぜ深夜アニメをライモンパパに勧められたかは謎だもんけど、そこはもう一度ちょっと記憶を、あの頃のちょっと深夜帯の記憶を消して、もう一度ちゃんと今、見直して、ちゃんと楽しみたいもん。もう当時見てて意味がわからなかったもんから、プリキュアとかアンパンマンとかそれ以上に意味がわからない。ちょっと日本のアニメ複雑すぎるもんから、内容が自己紹介で人に最初に伝えたいことは自己紹介で人に最初に伝えたいことは、ライモンのチャームポイント3分聞いてしまったもん。ライモンのチャームポイントについてアピールしておきたいもん。それと、おしゃべりあまり得意じゃないことと、あと、すぐ声ガラガラになるってことも。それは最初に伝えておくべきことだもん。のど飴買おうかも。ちょっとのど飴買ってくるもん、この後。お天気もちょっと、今日はむさ苦しいというか暑苦しい感じのお天気だと思うけど、この後雨降りそう、小雨とか、ところにより降るみたいだもんから、もう昨日ライモンが言った通りのお天気だもん。その天気を、ちょっと軽減させてしまったもんから、ちょっと申し訳ないもんけど、とりあえずのど飴を手に入れて、このガラガラ声をなんとかしたいもん。本当に、お天気の件については申し訳ないもん。ライモンが、曇り空の雷。もう雷は今日ならない。多分ならない。もうなったらもう完全にライモンのせいだもん。それはもうごめんなさいだもん。申し訳ないもん。じゃあ雨ぐらいは許してほしいもん。それはライモンのせいじゃないもん。呼んでないもん。雨は呼んでないもん。雷しか呼んでないもん。雷と、いや、呼んでないもん。ライモンは呼んでないもん。人違いだもん。ライモンのせいじゃないもん、それ。ファッションは流行を追う自分流そんなのライモン見れば一発でわかるもん。自分流しかないもん。もうライモンはライモンを貫き通していくもん。そしてこの後のど飴を買いに行って、このガラガラ声をなんとかするもん。じゃないとちょっと、一応頑張って毎日配信しようかなって思ってるもんけど、のど飴が必須になるもん。こんなに声変えれるとは思わなかったもん。もう今日もみんな来てくれてありがとうだもん。忘れずに通知サポ登録、チャンネル登録、YouTube の方の登録も忘れずに、Twitter フォローとかも忘れずに、この通知サポの登録も忘れずにしてほしいもん。いつも見てくれてありがとうだもん。おつもんだもん。おつもーん。